チベーションって動機だから、やる気がなくても、モチベーションが明確なら人は動けるわけですよ。わかんない人はやりたくないんですよ。成果なき努力は報われず、成果なき支援は自己満足に必要している。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは、14歳から働き、21歳で起業、これまでに300億円以上売り上げた経験で培った組織づくり、育成に関することなどお話ししています。興味がある方だけ見てください。お願いいたします。本日のテーマが、やる気は成果から生まれる、感情に頼らないマネジメント実践というところでお話をお伺いできればなと思っております。お願いいたします。はい、そうですね。結論ですね。はい。やる気が出るから成果が出るんじゃなくて、成果が出るからやる気が出るんですと。はい、もうこれだけ言って終わりでもいいです。昔からずっとおっしゃってますよね。はい。この話はですね、また質問がありまして、士気の高め方を教えてほしいと。例えば朝礼を行ったり、定期的なミーティングを行ったり、従業員に向けてメールを送ったり、ご飯に行ったり、社員のモチベーションを上げる方法について教えてほしいと。こんな問いがありましたと。僕はですね、よくわかりませんと。何を言いたいんでしょうかとなってしまいまして。多分おそらく話しているとですね、あるあるで、やる気とモチベーションが多分みんな結構ごっちゃになってる気がするんですよね。ごっちゃになってます、僕も。ここでそうですね、話したいことの目的としては、モチベーションイコール気分みたいな概念があったら、その誤解は全部解消したいです。そうですか。で、成果を起点とした、やっぱ部下育成、行動支援の考え方を学んでほしい。そして、上司が実践すべきマネジメント行動を整理したいと思います。じゃあ、まず一つ目はですね、やる気とモチベーションの違いを正しく理解する。定義の明確化ですね。まず、やる気。これ意味は気分ですよ。感情。今やろうと思う気分。やる気スイッチってね、今やろうと思う気分でまずスイッチを押すんだよ。スイッチを押すだけ。最初だけです。これは感情、正体は。時間軸で一時的。不安定。そっか。一時的なんですね。これに対して上司の関わり方は、振り回されるなと。依存するなと。以上。モチベーション。意味は、なぜそれをやるのか、みたいなね。正体は動機ですよ。全然違う。割と持続的、根源的、理解、設計、支援が可能です、上司としては。だから、モチベーションが上がんないんですよねっていうのは使い方間違ってるんです、そもそも。なるほど。だって動機のこと言ってるから。そっか。なぜそれをやるのかの動機のこと言ってるから、モチベーション上がんないんですよねって言ってるのはそもそも論になっちゃうんで、やる気が上がんないんですよって言うんだったらわかる。モチベーションって動機だから、一瞬のことじゃないと。まずそこですよね。なるほど。だから、例え話できるならば、やる気は気分、モチベーションは理由なんですよね。やる気っていうのはその時の気分、天気のように変わるかな。モチベーションは目的地に向かう理由、なぜやるのか、みたいな。だからやる気がなくても、モチベーションが明確なら人は動けるわけですよ。モチベーションの動機っていうけど2種類があるとしたら、2種類。外発的動機と内発的動機ですよね。例えば外発的動機って何かなっていうと、報酬、給料とかね、評価、賞賛。例で言うと、昇進したボーナスとか。内発的動機って、例えば内容としては意義とか、成長とか好奇心とか、湧き出るものね。例えば自分の成長とか、仲間のためとか、頑張ろうかなと。外発的動機は、持続性はやっぱり統計的に一時的であって、依存的なんですよね。依存的。確かにそうですね。内発的動機は本来持続的で主体的なんですよ。でちょっとポイント言うとね、強いチームには内発的モチベーションを持った人材がやっぱ必要ですよね。次、上司の役割はと。っていうことで言うと、気分に振り回されないように、やる気に振り回されないように動機の土台を作るっていうことですよね。
僕が言いたいのはずっと言ってますけど、何よりも部下に成果を出させることだと。だから気分を上げるな、成果を出させると。そういうことですね。成果に導けなければ、ね、それマネジメントしてるとは言えないですよ。まあそうですね、確かに。だから、ちょっとここ突っ込んで言うと、はい。マネジメントするって別にやる気上げることでも何でもないよと。成果を出させるためにマネジメントするわけだから、そもそもマネジメントってこともちょっと曖昧だしね。成果出なければマネジメントしてるって言えないんだよ。ただのやる気コントロールみたいなね、よいしょよいしょしてたりとか、そんなのマネジメントって言わないんだ。喋っただけでマネジメントは言わないよ、本当は。ってことなんですよ。なるほど。次、第2章的に言うとですね、なぜ成果が先なのかと。やる気が出るから成果が出るのではなくて、成果が出るからやる気が出る。子供の例で考えたらめちゃめちゃわかりますよ。この章で話したいことは、因果関係をもう一回で正しますと。やる気が出るから行動になって成果が出る。これ誤りです。行動をして成果が出て実感、充実感があるからやる気が出るんですよ。子供の例いきますよ。例えばピアノを習いますと。最初やりたくないな。でも弾けるようになった。楽しくなっちゃうんですよ。もっとやりたいと。ね。勉強もそうですよね。最初わかんないから、わかんない人はやりたくないんですよ。解けちゃう。褒められた。できる。続けたい。スポーツもそうですよね。今の話の通りですよ。できたからやる気出るんですよ。もっとできるんじゃないか。確かに。だから、やる気っていうのは、これをやる気というかもあれですけど、やる気っていうのはその一位の感情で、もっとやりたいっていうのをやる気だと、ここでは言いますよ。そしたら成果が出た後ですよ。そうですね。自然とついてくる感情ですってことなんですよね。ビジネスでも同じなんです。だから、小さな成果ができる自分を作る。成果ができる自分を作るんですよ。だからフィードバックとか承認とか、割とそういうのは自己効力感を生むんで大事だってことですよね。できない自分はみんな嫌なんです。成果が出ないことをやりたくないって言ってやる気がないとかって誤変換していくわけですよ。だから上司がやるべきことって実践すべきことはね、小さな成功を作らせる。小さくてもなくてもいいですよ。成功を作らせるんですよ。根拠としては行動への後押しですよね。やる気を出させるっていうんだったら、要はどんどん進んでほしいわけだから、とにかく小さな成功体験をっていうのはこういうことですよね。成果を見つけて伝える。これもできることですよね。自分は成果だと思ってないし気づいてもないことを、これあなたの成果じゃんと見つけて伝えることで、できたじゃん俺と、なると。あとは自信と継続ですね。自信を持ってもらって継続してもらう。意味を対話で引き出すとかね。強いて言うならモチベーションを上げるっていうのはこういうことですね。動機の内発化を生ませるように。これで主体的行動が生まれる可能性があるんですね。なるほど。単純に考えて、成果なき努力っていうのは報われないんですよ。成果なき努力は報われず、成果なき支援は自己満足の主張しています。ただのいい人は自己満ですよ。話聞いてあげたとか、やる気を出すためにこうやって会話したんだ。自己満。成果が出なければ自己満です。だから上司の使命っていうのは、動かして行動させて成果を出させることですよね。これはもう絶対覚えておいてほしいですよね。第3章、上司が実践すべき3ステップとしてみましたと。ステップ1、やっぱ行動を促します。小さな目標を設定したり、行動目標を設定したりしてですね、最初に一歩を踏ませるんだと。まずやってみる経験を作るというか、まずやらせるわけです。まずやってもらう。2つ目、成果を見つけて伝える。達成や進捗を即座に言語化したり、承認したりとか。これは目的としては自己効力感。やればできるじゃん。そういうことですね。3つ目、できる限り意味を言語化するお手伝いをする。なぜその仕事に価値があるのかを、例えば伝えたり、対話したりする。モチベーションの内発化を支援するということですね。なるほど。だから言い方としては、やらせるんじゃなくて、導く、共に導く、そういう意味の支援、みたいなのを、スタンスを持つことが重要だと思います。第4章、現場での実践例と書いてみました。1つ目はですね、作業指示から目標設定と。作業指示でもいいんですけど、作業を指示したら必ず目標を伝える癖というかさせる癖。例えばこれ作業やって最初言っちゃったとしても、これを何分以内に何時間以内に何日以内にとか栄養的になるべく置き換えて言えばいいんですよ。これやっといて、これの時もありますよ。でもできる限り10分短縮するにはどうすればできる？ 10 分短縮してほしい。
もしくは10分短縮するのにどうすればいいって、定量目標とか改善目標などに言語化して渡すっていうのは理想ですね。なるほど。次、やっぱフィードバックと承認ですよね。うん。日常化しようと。ありがとうとか助かったとかっていうのを意識的にやっぱ伝える。はい。なんかもう口癖うん。ぐらいですよね。なんかやってもらってありがとうじゃなくて、でもこれやっといて、うん。出来上がってきました。当たり前のようにです。ありがとうってうん。受け取ればいいね。はい。定価認知かける承認。例えばじゃあさっきの話で、これをお願いしますと。5時までにお願いしますと言いました。そしたら4時に出してきてくれた。ありがとう。予定よりも1時間早く出してくれるなんてすごい助かる。うん。あなた仕事早いね。ありがとう。こんな感じですよね。うん。はい。2つ目、意義をつなぐ対話。これをよく僕ホワイトって言いますけど、このね、タスクが作業じゃなくてですね、単純な作業みたいなんじゃなくて、会社にどう貢献してるかと、他者にどう貢献してるかっていうのをやっぱり共有する。あなたの行動がチームの役に立っている、会社の役に立っている、なんならお客様の役に立っているってことを可視化すること。これ大事ですよね。確かに。日常的に行動させる仕組み。それが成果を出す仕組み。もちろん成果を出したらいいと。仮に大きな成果じゃなくても小さな成果を見つけて、それを伝える。で、なぜならばって、意義、行動成果、意義のサイクルをとにかく繰り返すんだと。これが、やる気の土台を育てるとか、モチベーション、内発的動機につながっていくんですよね。なるほど。この繰り返しが。成果を出したら、意義をなるべく出して、そうするとまたやる気が出るわけですよ。成果出てこの意義が分かったら。だから成果を出したら、やる気が出る。そのスイッチをした瞬間に意義をちゃんと理解できたら、モチベーション、内発的動機の向上につながると。これを繰り返して、いいサイクルを持続させるっていうことが多分やらなきゃいけないんですよね。面白い。最後にまとめ的な感じで言うと、改めてやる気は感情、モチベーションは動機、成果が出るからやる気が湧くんだよ。感情ではなく構造で支援しなさいと。上司の役割は部下を動かして成果を出させること。結果成長にもなるから。気分を上げるな、成果を出させる。これだけはもう本当に肝に銘じておいてほしいですね。やる気に頼らないマネジメントっていうのは、成果を軸に行動と構造を設計できるマネジメント、強いては上司であると。それが優秀だと。できる上司であるという概念ですかね。面白い。ありがとうございます。やる気は成果から生まれると。感情に頼らないマネジメント実践ということでお話しさせていただきました。以上になります。最後まで見ちゃった方、少しでも学びがあった方がいたら嬉しい限りです。ありがとうございました。